皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。まず最初に星の12星座共通の星の解説なんですけども、12月っていうのは本当に1年の総まとめで皆さんも幸せでお忙しいと思うんですが、星で見てもやっぱり2025年って結構いろいろあったよねっていうそのまとめの月になります。で、皆さん自覚されてるかされてないかわからないんですけども、本当にこの1年を過ごした私たちっていうのは強くなってるんですね。いろいろ経験を積んで鍛えられたっていうのがあるので、無自覚かもしれないんですけど、何か過去の自分とは違う自分っていうのがあるはずなんです。で、さらにそこから12月ってもっとなんか来年に向けての期待が生まれたりとか、希望とか、なんかまるで旅に行きたいと思うような、心が解放されていくような、なんかそういう広がりのある自由な感覚がすごく強いんですね。それなぜかっていうと、12月の1日から金星という社交性とか喜びとか愛情とか、そういった華やかなエネルギーもいて座という性質になっていますし、あと太陽も今いて座に入っていて、で火星という行動力やバイタリティっていうものもいて座に入っているので、とてもこのいて座の開放的な自由な、挑戦していきたい、冒険してみたいみたいな広がるエネルギーがなんとなく強くなるっていうことなんです。で、さらにそれが12月の中旬ですね、12日から15日あたりっていうのはもう水星もいて座ですし、もういて座祭りっていう形ですごくこの中旬あたりにおそらく単に未来に無茶な希望を持つとかではなくて、この1年やりきったよねっていうその自分の強さとか、超えられた自分をもとに、だったら来年はこうしたいなとか、もうちょっとこうなったらいいなとか、きっとこうできるはずだっていうような期待ですね。新しい扉を開いていくような期待を皆さん持ち始めるんじゃないかなと思いますし、いや全然そういうのないですっていう方も、ぜひ何かしら自分にとってプラスになる意図を持つことによってそっちの方に引っ張られやすくなりますので、実際12月20日が新月なんですけど、新月の前に自分の感覚やどうしたいのかとか願いとか、そういったものを書き出したりまとめたりして、新月の12月20日に改めて意図していただくっていう風にすると、とってもなんかスムーズに2026年につながっていくなっていう感じがします。そしていて座っていうのは火のエネルギーなので、燃える情熱を燃やして現実を作っていくっていうエネルギーが強いんですけど、もう一方で特にこれは12日までっていう前半が強いんですけど、水のエネルギー、魚座とか蟹座とかさそり座という水のエネルギーが非常にうまく関わっていて、私たちの深いところでこの愛情とか優しさとか、本当に自分たちに大事なものって何かなっていうことを感じながら、その情熱や後半は情熱とかやりたい方向とか、なんか希望っていうものが湧いてくるっていう形なので、特に11月と12月っていうものを比べると、11月はもういろんなものが逆行して、惑星が逆行していて、なかなか前に進まないとか思い通りにならないっていうことも多かったとは思うんですけど、それに比べると12月っていうのは非常にスムーズで、私たちの心が安定していて、何が一番大事かを分かった上で自分のやりたいことや情熱っていうものが芽生えやすい時なので、その星のエネルギーがあるんだな、そういう天気予報なんだなっていうことを理解した上で、皆さんそれぞれの生活に合った目標や意図を立てていただけたらと思います。それから15日からはですね、火星がヤギ座に入るということで、非常に真面目な努力していくとか、責任を果たしていくとか、そういった真面目なエネルギーも入ってきますし、12月の22日からは太陽もヤギ座に入るということで、ここからなんか地に足をつけた動きっていうのかな、そんな感じになってきます。なのでざっくり言うと、前半は心が豊かになりやすい、いろんなことを感じやすい。そして中旬は情熱が湧いてきやすい、新しい希望や期待を持ちやすい、新しい扉を見つけやすいみたいな形で、後半になると22日以降になると、それをどのように現実化させていこうか、しっかりと自分の世界を築いていこうっていう真面目なエネルギーになってくるということです。来年の運勢は別の動画で解説していきたいと思います。ではここからタロット見てみます。よろしくお願いします。はい、ではここから双子座さんのタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド9の逆、ペンタクルズ8の逆、ジャッジメント逆、ワンド8逆、カップのキング逆、そしてワンドの2、ワールド。気をつけることで対策が、ペンタクルズのキング逆と、カップエースとオラクルは、ストレングスです。なんと、すごいですね。いいですね。まずちょっと星の補足でちょっとだけさせていただきたいんですけど、12月20日の新月は、双子座さんにとってはパートナーシップっていうところにすごく影響しますので、例えば転職を考えているとか、新しいつながりが欲しい人、それは会社でもいいし、契約でもいいし、個人的なパートナーシップでもいいので、何かその、関係性とか契約ちゃんとしたいよっていう方は12月20日の新月にそういう意図を立てていただいたらものすごく広がると思います。特にその12月って水のエネルギー、感性が広がるエネルギーと情熱を燃やしていくっていう火のエネルギーが強く、特に中旬はね、強くなるんですけど、その火のエネルギーを双子さんはうまく使えるので、うまくそこから風を起こして自分なりに動いていくことができるので、とってもプラスに活かせると思います、12月ね。で、カードで見たときに、今はまだ、準備中なんですとか、今はまだ整えてる最中なんですみたいな感じのカードが出ていて、ちょっと特に多分これ11月だと思うんですけど、11月って本当に逆行が多くて、いろいろ大変だったと思うんですね。なんかプレッシャーを感じたりとか、チャンスなんだけど、それをこなすにはものすごい労力がいるとか、なんかそんな感じで、思うほど進まなかった、自分が努力した割にって感じですね。努力もしてたっていうのはちゃんと出てます。だけど、思うほどって思っていたのが、なんか話が急展開するぞっていう感じがあります。ここで今、ワンドの8の逆っていうカードが出ていて、このワンドの8っていうのは本当に自分がなんか想定したことじゃないような動きが起こってくるっていう感じなんですね。で、特に知らないところでみたいな感じなので、これまで自分は一生懸命やってて、あれ全然成果出ないなと思ってたのが、知らないところですごくうまくいくみたいな、そんな感じでしょうか。例えば、本当に例えばの話ですけど、こういった YouTube とかも、だから自分がコツコツ動画作ってアップして全然見てもらえてないなと思うけど、なんか知らないところで評価が上がって、いつか急に、すごいヒットするみたいなのってあるじゃないですか。そんな感じで、何かはわからないですけど、何かここまで携わってきたことが、急に動き出すって感じがあります。それと、もう一つ、特にその12月の22日までっていうのは、人との関係がすごくいいんですね。なので、社交性をふんだんに使って人と関わっていってほしいんですけど、その中で、何か声をかけてくれる人だったりとか、親身になってくれる人っていうのがいるのかなって感じがします。結構これは自分より年上の人だったり、もしくは同じぐらいの立場の人かもしれませんけど、その経験がある人とか、なんかいろんな見解を知ってる人っていう感じがするので、そういう人からのサポートもあるよっていうのもあって、そしてなんか、あれってもうやめようと思ったのに、これうまくいくのみたいな、どうしようかな、進めるか進めないか、どうしようみたいな、そういう二つのものを選ぶ、ことがありそうです。なんか例えば、もう自分はもうここまで十分頑張ったからいいやって置いてるものを、誰かから急に声がかかって、そうなんですかって。でもそれやるんだったらもう一回なんかエンジンかけなきゃいけないしなっていうところで、やるかやらないかを決めかねている。ただその後が、よかったみたいな、もう本当達成完成みたいな感じが出ているので、何か一つの世界観っていうものが完成するっていうふうに言われてるんですね。だから何を、完成させたいのかな、何を達成させたいのかなっていうことを、ご自身もやっぱり12月の前半で思い描いておいてください。なんかそれ叶いそうだから。で、一人だったら無理って思ってたけど、急になんかそんな話が来て、急に動き出すって感じがあります。なので、すごくオラクルが、本当に、ストレングスっていうのは、不可能を可能にする愛の力がありますって言われてる感じがしたので、これは本当に、なんか奇跡ですよね。本当に奇跡じゃないって思うようなことがあるのかなって感じがしましたよ。でも、それをもしご自身が信じられないと、いや、もうそれ無理ですって言ったら多分ないと思うんですけど、本当に、いや、どうしようかなって思いながらやるんじゃないかなって感じがしました。そして、
対策として言われているのがやっぱりカップのエースにペンタクルスのキング逆っていうカードが出ているので、カップのエースっていうのはもう自分の感覚、喜びの方に向かっていってくださいと。なんか例えばリスクヘッジでこうならないように、こうならないようにって防衛でずっとその選択していくっていう道もありますけど、喜びの方に今は行ってくださいって感じが出ていて、そしてもう一つ言われているのが、すごく象徴的なんですよね。このカップのキングにペンタクルスのキングっていうのが出ているんですけど、カップのキングっていうのは感情的にすごく分かってくれる人とか、理解してくれる人とか、そういう感じに対してこっちは、律儀に、形をちゃんと残してくれる人みたいな感じなんですね。なので、形を残すためにどうするかではなく、感性がどう広がるか、もしくは感情や信頼感とか人との間の中で生まれるものがどう育つかということを焦点にしてそっちを選んでくださいって感じがしました。形作っていくっていうのはもう全然後からでもできるし、なんかそこを先に保証としてそれを決めましょうってやってるうちに感性がしぼんでいくみたいな、なんかそんな感じがあるので、なんか本当ね、このヒントはとにかく人です。人間関係で声がかかったり、もしくは自分からアプローチしてもいいですし、一人ではできないことを一緒にやる契約をするということによって何かを達成しやすい、なんかそんな感じがしました。はい、ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のこと見ていますね。勢いあるな、双子座さん、本当。これまでの努力は無駄じゃなかったって感じですよね。双子座さんのお仕事は、はい。エース。ワンドのエースです。そして、ペンタクルスの方ですね。で、カップの8ということで、なんかやっぱりワンドのエースが出てるっていうのは、やっぱり何かね、新しいこと始めたいなとか、もっと自分の行動をしてみたいなって、思ってることを行動に移してみたいなとか、何か一歩を踏み出したいなって感じがあるんですよね。で、そしてそれなぜかって言ったら、もう自分の中の希望の光を見ていきたいからみたいな感じがあります。カップの8ってちょっとこれまでは自分にとって価値あったものなんだけど、それを置いて、本当に求めているものに、向かっていきたいみたいな、そんな感じがあるんですね。なので、今までのものを置いていくっていう意味もあれば、本当に望んでいるものに向かっていくっていう意味もあるんです。で、そうしたいんだなっていう感じがします。で、ただそこにペンタクルの5が出てるってことは、やっぱり先立つものがないととか、どれだけ収益が上がるかわからないと、やっぱり賭けには出られないみたいな、なんかそんな感じがありますね。でもこのデッキのペンタクルの5っていうのは、やっぱり人からお声がかかってるんですね。なのでご自身ではって思ってても、やっぱり人を通しての豊かさっていうのがきっとあると思うので、もちろん詐欺とかには注意ですけども、本当に自分が望んでいることに対して声をかけてくれる人っていうのは、ちょっと信頼していいのかなって感じはしますけどね。それはちょっと、もちろん保証はできないですけども、お仕事でも変化していく可能性がある。で、それに対して関わってくれる人がいる。関わる人がいる。で、自分はそれ本当に大丈夫かなと思ってるけど、その関わる人が、ほら、大丈夫だよって、こうして、ああして、こういけば、ここに扉が見えるじゃない、みたいな、そんなヒントを教えてくれるって感じがするので、お仕事でも、自分がやりたいことなんてできないと思ってても、いや、待って、こうして、ああして、こうしたらできるじゃないって教えてくれる人がいるかもな、みたいな感じがしました。はい、ちょっと、ね、いい感じですけど、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係は、カップの10です。ソードの10。ワンドの9ということで、関係性においては、すでに出来上がっている関係性があるなって感じがします。家族なのか、家族のように長く付き合っている人なのか、仕事でもずっと一緒にやってきた、もう何年と一緒にやってきた人なのか、そういう人たちとの、関係性っていうのは壊れません。そして今特にこの12月っていうのが、
人間関係っていうのがとっても豊かな時だから、余計にそういう、改めて本当にこの人たちと一緒に仕事してこれてよかったとか、この人たちとずっともう私たち関わってから15年だねとか、そんな感じで、なんか、とても穏やかな喜びを感じていると思いますね。だけど同時に、なんだか、今人間関係が強調されているということは、こうやって信頼できる人とはいいけど、表面的な付き合いはもうしたくないんですみたいな、精査する行動もあると思うんです。で、そしてこの想像の自由が出てるってことは、もうこれ以上自分を犠牲にして表面だけ作ろうっていい顔するのをやめたいんだみたいな感じもあります。で、それをやめるっていうのがすごく怖い。でも言ってって感じかな。言ってっていうか、別にその相手を非難するとかじゃなくて、自分に正直にいると全てうまくいくっていう感じがしますので、なんか作ろうために自分が何かをしてあげなくちゃいけないって思ってるかもしれないけど、もうそんな余裕ないんじゃないですかみたいなメッセージを感じます。この人間関係の中でですよ。誰かのために作ろうって何かをしてあげて自分を評価してもらう余裕は今なくて、それよりももうすでにある関係性の中で豊かな関係があるならそれでいいじゃないって、そしてそんな自分の喜びの方に向かっていくときに応援してくれる人がいる。その人たちと関係性をもっと続けていけばいいんじゃないって感じで言われてますね。何かやっぱ終わるかもしれませんね。嫌な関係は。そんなもんなんですよね。運勢がいい時って、いいと悪いが両方あって、結果的には全部いいことなんですけど、いいからこそその人と離れるとか、いいからこそなんか関係性が壊れるってことはよくあることなんですよね。なのでちょっとそういうのが関係性においてあるのかなって思いました。でもカップの10もあるし、壊れない関係もあるわけですから、本物が残るって思ってたらいいんじゃないでしょうか。はい。では、いきます。最後にもう一枚引いてみますので、もしこのメッセージ、ここまでのメッセージ良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントをいただけると励みになります。では、いきますね。団子座さんの12月のオラクルカードは、ちょっと待って。はい。バランスというカードが出ました。いかがでしょうか？生活のバランスなのか、なんか自分自身のエネルギーを中心にちゃんと保っておいてくださいねと。自分をちゃんとケアしてねっていう感じがしましたね。いいですね。はい。ということで、ここまでにしておきます。ぜひ豊かな12月をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。